皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。今回描いたこのパンケーキ、美味しそうにリアルに描けたと思います。前回の動画から絵がリアルに見えるための条件をお伝えしています。その条件がこちら。正確な形、正しい光と影の関係、十分すぎる情報量。前回の動画では正確な形を描くためのものの見方を解説しました。それは見えないところを見るということです。概要欄にリンクを貼っておきます。今回はこの2点について解説します。それではスタート。前回描いた線画に背景を描いて下塗りをしていきます。正しい光と影の関係について。光が上から当たれば影が下に落ちる。光が横から当たれば反対側が影になる。そんなのは当然でしょと言われるかもしれません。しかし、いざ客観的に絵にしようと思うと、意外と難しいものです。どこからどんな光が来ていて、どんな影を落としているのか、絵を描く対象物やその環境をよく観察します。観察してもわからないときは、自分で設定しましょう。一旦塗るのをやめて、この写真の場合を考えます。影が2つ落ちています。右側の影は少し強めの暖色系の色。左側は右よりは弱い少し冷たい色。影が落ちている位置からすると、光源が主に2つあって、どちらもほぼ真上から来ている。左上から来ている光がやや強めのちょっと暖色系の光源。右上から来ている光がそれより弱めの冷たい色の光と自分で設定します。ということは、パンケーキの右側に主に影が入ると考えて下塗りを追加しています。こんな感じでしょうか。では書き込みをしていきます。ここで3つ目の条件、十分すぎる情報量について解説します。簡単に言うと、絵に情報量がたくさん描かれているとリアルに見えます。情報量とは、色のグラデーションや光の反射、クリームの細かい形やアイスのツヤなど見えるものすべてです。人は目で見たものを脳で処理して記憶します。目からはいつも膨大な量の映像、画像が入ってきているので、脳は常に処理をしています。その処理があまりにも大変だと脳がパンクしてしまうので、脳は手抜きをしています。手抜きというのは効率的な自動運転をしているとも言えます。脳は目から入ってきた映像や画像をかなりぼんやりとうっすらしか記憶していません。あなたは目で見たものや景色、人の姿や顔を正確に細かく覚えていますか？おそらくなんとなくは覚えているけど、正確で細かくはないと思います。例えば、あの木は枝が何本あって、葉っぱは何枚あったなどとは覚えていません。本当に大まかな大きさや形、色などしか記憶にないはずです。目で見た高解像度な画像は脳で圧縮され、超低解像度になって記憶されているのです。そして脳がさらに効率的なのは、見たものを瞬時に判断してカテゴリーに分けて記憶するということです。目鼻口があるからこれは顔。緑色でもさもさしているからこれは木。タイヤがついていて動いているからこれは車。などと瞬時に見分けて記憶のカテゴリーに自動で仕分ける。見たことがないものはわからないけれど、似ていると言ってすぐ何かのカテゴリーに入れようとする。脳はそういった自動手抜き処理をすることで負担をなるべく抑えようとします。だからこの情報が溢れ返った世の中でも人は混乱することなく普通に生活ができるのです。一方、実物や写真にはたくさんの情報が詰まっています。まさに高解像度な画像です。脳が仕分けたカテゴリーの中には実物、写真というものがきっとあるのでしょう。それら高解像度の情報がたくさん詰まった映像、画像は実物か写真、もしくは CG だと脳は判断しています。リアルな絵には写真と同じぐらい高解像度の情報量がたくさん詰まっています。その絵を見たときに脳が混乱します。こんなに情報が詰まっているものは本物か写真のはずなんだけど、あれ？これ絵なの？という感じで騙されているのです。そういうわけで絵をリアルにするには十分すぎる情報量を書き込む必要があるのです。ということで絵ができました。2回にわたって絵をリアルに描く方法をお伝えしました。形にしても光と影にしても情報量にしてもどれだけよく観察するかということです。そして観察したことを表現する手法も
技術も存在します。私は今後もそういったことをお伝えしていきたいと思います。そして脳を騙す技術者がもっと増えたらいいなと思う今日この頃です。それでは最後までご視聴ありがとうございました。皆さんからのコメントをとても楽しみにしています。もしこの動画が良かったと思ったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。